人の子供時代の経験は、彼の人生に計り知れない影響を与えます。良い幸せな子供時代は健康で明るい性格を生み出し、それどころか、闇の子供時代は歪んだ性格を生み出します。この心理的影響は、誰にとっても同じ、専制政治の時代の皇帝でさえも同じです。明には、合計16人の皇帝がいました。前後で、幼い頃に不幸だった、皇治帝を紹介しました。また、今日は、幼い頃に不幸だった、聖家帝である、主権臣について話します。彼は明の聖統帝であり、主貴陳の息子です。聖家帝は、生涯を通じて、二つの特徴を持ちます。一つは、喫音で、もう一つは、エディプスコンプレックスで、生涯で一人女性への片思いでした。この女性は彼より17歳年上でした。それは、中国史上で有名な逸話だった。子供の頃に、彼の孤独と悲惨を引き起こした原因といえば、彼の父、聖統帝主貴陳について話さなければなりません。1449年、宦官の王陳の先導のもと、明の聖統帝主貴陳が軍隊を率いて、遠征を行い、2歳の息子皇太子の主権臣を残し、皇帝の弟である主貴義を苦が勧告しました。その後、土木の変が勃発し、明軍はすべて覆滅、聖統帝が、オイラトに捕まえた。当時、皇太子ただ2歳なので、局勢を安定させるために、右賢と他の大臣は、主貴義を苦が王位に就くことを、擁立、主貴義を苦の王位を確立しました。このように、2歳の皇太子主権臣の立場が厄介だ。権力こういうものは、非常に魅力的なものであり、明の継太帝の即位は、一時しのぎをする物事でしたが、彼は、王座しっかりと確立された後、権力を引き渡すことをしませんでした。1450年、永宗主貴陳は釈放され、国に戻り、直接南宮に軟禁されました。1452年、わずか5歳の主権臣は、叔父によって、太子の座から廃位され、囚人のように宮殿から追放されました。父が南宮に投獄された後、主権臣は、皇太子ではなくなり、冷淡な宮殿で冷遇に扱われました。孫太后は当然孫の状況をよく知っていました。影からの襲撃は防ぐために、彼女は賢くて基地に富んだ人物である万定寺を送り、主権臣の世話をし、孫の安全を確保しました。幼い主権臣が一番親しい親友は、万定寺でした。彼が、太子の座から主貴義を苦によって廃位され、宮殿に閉じ込められた時、長い間恐怖と大きな精神的ストレスの状態にあったので、彼の生涯を通して、彼に伴う、喫音の問題に苦しんでいた。聖家帝主権臣は、そのような紆余曲折の成長経験があったので、彼の心は、比較的、弱く、彼は、物事のスタイルが落ち着く、平和であることが好きです。心は、より寛大で親切です。彼は、静かが好き、人に会うのが好きではないでした。これは、彼の特別な子供時代の経験で、安全の欠如、内向的な性格なっており、彼の周りで、彼が、本当に信頼しているのは、子供時代から彼を守ってきた、万定寺だけでした。聖家帝は、王位につくても、昼夜を問わず、万定寺は彼に同行する必要がありました。2歳から10歳までの期間は、主権臣の人生で最も困難な時期でした。主権臣はこの要となる、少年時期に、彼は、両親と一緒に住んでいませんでした。幼い頃から、王権闘争に巻き込まれた。彼の幼い心の中で、親の愛をどれほど切望していたのか。強い不安感に襲われ、いつも保護されたいと感じた。そして、彼のそばにいて、彼と一緒に生死を共にするのは、当時まだ宮女だった、万定寺、つまり後の満喜妃だけでした。
生計を立てる手段もなく、自己保護もできない子供が、王位争いに巻き込まれ、不安定の中で若いマンテージが主権心の世話をし、彼を守るためにどれほどの努力を払ったか、想像できないです。生と死の間の本心を現れ、二人の間に、生涯の絆を築きました。生到底の腹壁が成功したとき、彼の息子主権心はすでに自身の価値観と世界観を形成しており、この最も重要な期間中、マンテージはずっと彼のそばにいました。なので、マンテージは主権心の人生の指導者、乳母、姉、さらには母親であるだけでなく、また愛の対象とされた。では、マンテージはどのような背景から来ているのでしょうか。あんなに聖家庭に寵愛されて、彼女は必ず美人だったろう。マンテージは宣徳3年1428年に生まれました。彼女の父、万喜は山東省書城の出身で、献上田理として働いていた。彼の親族が法律違反で家族皆巻き込まれた。彼の仕事を失った後、家族全員は河北の派遣に流配された。当時、マンテージは宮女として宮殿に連れてこられたのはわずか4歳でした。明の宣徳帝に冊封されたばかりの2番目皇后、孫子に仕えました。宣徳帝の死後、息子の朱祁鎮が即位、正統帝である。孫子は皇后から太后になりました。孫太后はマンテージが頭が良くて賢いことを知ったので、マンテージを人事宮で衣類とアクセサリーを管理するように彼女に命じました。このマンテージの気質は孫皇后と非常に似ていると言われています。また、彼女は孫皇后に長年奉仕しており、耳に慣れ目に染まるので、愛を求めて競う宮殿の多くの妾の裏話を知るだけでなく、この点で多くの知識を学びました。これは、彼女が将来民の聖家庭の寵愛を勝ち取り、宮女から貴妃に昇進し、宮殿にしっかりと立つための確固たる基盤を築きました。1457年、脱門の変により、正統帝が復位したとき、マンテージは主権心を宮殿に送り返した。主権心は、両親と祖母である、孫太后に再会し、彼は再び皆に寵愛された対象となったが、こういう愛情は、彼は、マンテージからもらう愛と比較することはできませんでした。1464年、18歳の主権心が即位、聖家庭になった。この時、マンテージもう35歳でした。彼女は、もはや若くはなく、見た目は普通でしたが、男性の心理学と感情のルールに精通しており、主権心の性格特性についてよく知りました。聖家庭になった主権心の意向によれば、マンテージは皇后となる予定でしたが、昇進と彼の母である周太后に反対されたので、放棄しなければなりませんでした。マンテージは、宮女から貴妃に昇格させ、そして二人は切っても切れない関係にあり、若くて美しい正妻のご皇后は結婚した直後に、寂しくて未亡人のような生活に迎えていた。聖家庭の無関心に直面して、若いご皇后は、聖家庭と満貴妃の切っても切れない、親密な様子に嫉妬したので、彼女は権威を確立するために満貴妃を非難し、彼女の怒りで満貴妃を上刑で罰した。その知らせを聞いた、聖家庭は激怒した、皇后の廃位に反対する軍神を無視し、結婚してから1ヶ月も経っていない、ご皇后がそのまま廃位された。その後、新しく確立された、王皇后は現実を認識し、名目上の傀儡皇后になることを厭わなかった。満貴妃は、聖家庭から受けた寵愛は高級に圧倒的でした。聖家2年、1465年、37歳、高齢出産の満貴妃は、
彼女の人生で唯一の子供を産んだ聖家庭の校長師でもあり、聖家庭は大喜びし、満喜妃は貴妃から皇貴妃に昇進された。聖家庭はすぐに各山や川へ宦官を派遣し、祭祀のことを行います。そして、満氏の家族の皆に官位を与えた。これは、満喜妃の虚栄心を大いに満足させた。悲しいことに、子供は1年後に亡くなりました。それ以降、満喜妃は子供を産んだことはありませんが、聖家庭は彼女への愛情は、衰えることはありませんでした。後宮には10人以上の美女がいて、20人以上の子供がいますが、聖家庭は満喜妃だけしか愛していなかった。彼女死ぬまでその愛は20年以上も続いていた。そういえば、この満喜妃はどれほど美しいのか、そうでなければ、聖家庭はどうして彼女にあんなに魅了されただろう。民史には、満喜妃の容貌については、触れておらず、ただ在位録だけが、傍有清虚、類男子意味は、男らしく、醜く、声が、男のようだと言っていた。在位録はまた、聖家庭の母親である周太后がかつて彼に尋ねた、満氏はどれほど、美しいですか？彼女を寵愛する甲斐があるか？聖家庭は答えた、彼女が毎日私に触るとき、私に安全を感じさせます。それは、彼女が、どのように見えるかではありません。この答えは外見を考えせず、満喜妃に対する複雑な愛情を明らかにしました。エディープスコンプレックスの心理の問題であるだけでなく、子供の頃からの安心感の欠如でもある。厳しい子供時代は彼を宮殿闘争の残酷さを悟らせました。そして、満喜妃は、彼の子供頃から唯一安心感を求めるところでした。しかし、他の本の番歴や各編ではこう言いました。満氏は、あでやか、美しくて、皇帝が外出するときに、彼女は軍服を着て、サーベルを持って、横に立っています。聖家庭は彼女を見るととても喜びに輝く、興奮します。以上。彼女の外見に関する2つの発言が全く異なりますが、どちらを信じますか？子供が亡くなった満喜妃は、間違った方向に進み始め、富と権力の追求を愛するようになりました。宦官洗脳、短金、横勅、両方、及び功などが、一生懸命彼女にへつらいしました。彼女に頼って、宦官右勅は聖書を統括した、宦官両方は御用官の宦官になりました。これらの人々の助けを借りて、彼女は、関東の真珠を管理し、円の独占を管轄し、寺院から税金を徴収しました。彼女の父、兄、親戚も、彼女の世話の下で、権勢を得た。兄の満通でさえも金英のボスになりました。聖家庭は、彼女が何をするかわからないということではない。彼女がしていることすべてが彼の帝国を侵食していることも知っていました。聖家庭は、弱い皇帝ではありませんでした。それどころか、彼は、対外戦争で予想外にタフでした。彼は、かつて、何度か国境に侵入した女子に軍隊を派遣、掃討し、聖カリテイとして知られています。その戦いは、およそ女子100年の機運を潰した。彼は、彼女のやったことをすべて知っていたが、それでも、彼女を甘やかしていた。聖家庭には何人の側室を持つ、子供も20人以上いましたが、満喜妃以外の人に感情を抱くことはなく、年齢とともに容姿が衰えた、満喜妃を嫌がることもありませんでした。彼の治世の23年間、始終、彼女一人だけを愛していた。聖家23年、満喜妃は雅人を出した時に痰が詰まって窒息死した。聖家庭は悲しみのあまり7日間調整をやめた皇后レベルの葬式を行いました。彼は満喜妃もういなくなった。私はどれくらい生きるのかと叫んだ。
同年8月、聖家庭はやはり鬱の中で41歳で亡くなりました。長年にわたって、いつも彼のそばにいる万喜妃は、彼の精神的なサポートと言えます。四十世家庭の心の中で最も重要な位置を占めてきました。古代から、帝王はとても薄情でしたが、聖家庭は、このように、彼女を愛することができで、本当に世に、比類のない貴園でした。最後まで、ご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。